ポピープレイタイムの4周年を迎え、CEO のザックと CCO のセスが共同で記念メッセージを発表しました。その内容は、ファンへの感謝の気持ちと、次のチャプター5に対する期待を高めるためのもので、ゲームの重要な節目を祝う内容となっています。また、そのメッセージとともに、ある画像も公開されました。この画像はチャプター5の公式ティザー画像で、プロトタイプとポピーの頭部と思われるものが一緒に写っています。分析を進める中で、この画像が単なるティザー画像ではないことに気づきました。今回は、この意味深な画像について考察していきたいと思います。この動画が少しでも参考になったら、ハイプでの応援をよろしくお願いします。プロトタイプ。まず、この画像からわかるのは、プロトタイプの精巧さです。関節や指がどのように動くのか、どの方向に曲がるのかが明確に示されています。また、初期デザインからの変更も確認できます。チャプター5以降、このプロトタイプが登場することになるのでしょう。初期からのデザイン変更は、当時の技術から比べて表現の幅が広がったためだと考えられます。ポピーやマミーのデザイン変更からも、このプロトタイプの変更は別の存在を意味するのではなく、単なるキャラクターデザインの変更だと捉えて良いでしょう。プロトタイプはメカメカしい重厚な姿であることがわかります。機械構造を強調している点から、プロトタイプがアニマトロニクス技術を使用して作られていることが明確です。そして、脳外科医のソーヤー博士とは異なる分野の機械構造に精通した人物が関わっていたことが伺えます。つまり、プレイタイム社はおもちゃだけでなく、アニマトロニクス技術を使って何か他の目的を持っていた可能性があることがわかります。手首や指の関節の構造からも、人間にはならないものの、人に近い形を作りたいという狙いがあったことが伺えます。ポピーの頭部。そのプロトタイプの手に収まっているのが、ポピーと思われる頭部です。これは、チャプター4の最後に行方をくらましたポピーではないかとも考えられます。ほっぺの傷だけでなく、ひびが複数入っている点から、あの後、プロトタイプに捕まってしまい、殺された可能性もあるのではないかと推測できます。しかし結論として、この頭部は、チャプター1のオープニングに登場したポピーの製造ラインの中の一つではないかと考えられます。ひびは経年劣化によるもので、口紅やチーク、そばかすは製造過程の一部であることを示しています。現時点ではポピーの素材について公式には明確に公表されていませんが、艶のある描写やソーヤー博士の粘土の塊発言、そして今回のティザー画像のプラスチックには見られない経年劣化のひびの存在から、ポピーは陶器製であることが意図的に示されていると考えられます。なんで持ってるのか。では、なぜプロトタイプは、ポピーの生産ラインにしかないであろう頭部を持っているのでしょうか。その理由は簡単です。プロトタイプがその場所に行ったからです。では、なぜプロトタイプはそこに行ったのでしょうか。それは、ポピー人形の在庫が必要だったからだと考えられます。ポピープレイタイム人形が大量に生産されていて、在庫が大量にある。それをプロトタイプが利用しているという考察は過去に何度もしました。孤児たちを在庫に入れ10年間生かしているのです。陶器でないといけない理由、プロトタイプは何の試作品なのか。この辺も概要欄に載せているので、興味があったらご覧ください。あの生産ラインが工場のどこにあるのかは現時点では不明ですが、比較的後に建設されたと思われるラボ内にはないと考えられます。時系列的に矛盾が生じるためです。いずれにしても、プロトタイプがポピーの頭部を持っているということは、ポピーの存在を強く感じさせます。そして、チャプター5では、この2人が重要な役割を果たすのは間違いなく、今後登場する主要キャラクターたちとの関連にも注目していきたいところです。優しいプロトタイプ、ポーズにも注目です。機械の手でありながら、どこか優しくポピーを取り上げている印象があります。もし、握りつぶすように持っていたら、おそらくその印象は大きく変わったでしょう。では、なぜモブはこのポージングを選んだのでしょうか。皆さんはどう思いますか。このポーズでは、ポピーの頭部を掲げているわけではなく、ポピーの顔の正面が来るように持たれています。もしただ持つだけなら、もっと雑に持つはずです。プロトタイプには顔があることが判明しています。チャプター2でのゾウでの紹介がクローであることから、プロトタイプには顔、体、手が存在することがわかります。つまり、ポピーを思いながら見つめている動作と言えるでしょう。これは作中でも、キシーが物思いにふけりながら写真を見つめていた描写からも読み取れます。プロトタイプにとってポピーは特別な存在であり、このシーンは父と子の関係性を示唆していると考えられます。ポピーが憎んでいた相手が、実は大好きなパパだったという展開が予想できそうです。まとめると、この画像は、
プロトタイプとポピーの複雑な関係性や今後の物語展開における重要な役割を示していると考えられます。それは物語の終わりを意味しているのかもしれません。ここに来てついにチャプター5の情報が出てきましたね。今後もますます目が離せません。最後になりましたが、モブエンターテインメントの皆さん、4周年おめでとうございます。